不慮の事故に遭いまして、左半身麻痺なんですよ。けど、その状態によってこの立ってたり斜めにしたり横にしたりっていうのを使い分けます。もうこれね、もう説明ほど難しくて感覚なんですよ。本当感覚の世界なんでね、これちょっと僕もないことと言いますけど、うまいこと説明できませんわぶっちゃけ。ガキの頃に親父が魚屋してまして、である日6年生の時かな、いきなり出刃包丁ポンと落とされて「これ研いどけ」とかで、毎日研いでるのを横で見てたんで、見よう見まねでこう研いで、自分なりにパーツいたかなと思った時に親父に返したら「あかん、もう一回やり直せ」研いで渡して「あかん、研ぎ直せ」研いで、それの繰り返しが何回かあって、だからこうせいああせいっていう教えはなく、もうただただやみくもにどうすれば刃がつくのかっていうのを自分で考えながら毎日こうね研いでましたね、その頃は。だから今ね、こうやって体不自由になってもね仕事させてもらってるのはありがたいなと思いまして、言うたらリストラに食らって北海道飛ばされたんです。で現状通りの給料で行ってもらいますという話だったのに6万下がったんですよ。こんなんじゃ生活できへんってなって会社とちょっと揉めまして、でもう辞めるってことで辞めて神戸に帰ってきて、そこからもう全然畑違いの土建業に就きまして、その頃もずっとなんか誰かしらの包丁を預かって研ぐっていうことをしてましたね。なんか自然と。やっぱり周りの人もね、もうごもといたまやいうことでね「これちょっと研いでくれ」とかね持ってくるんですよで研いであげたら「おめっちゃ切れるやんけ」とか言って喜んでくれて、それがなんかちょっと、ね、楽しくなってきて、これいつか研ぎができへんかな、その頃にちょっとふと思ったんです。この砥石台は自分の自作です。手製です。こう全部寸法を測って、この高さも一応ね、水が奥に流れるように考えてちょっと高さ出してます。このスライチにしちゃうとこっちへ水が流れてきて自分の靴が濡れたりして、あとは厄介なんで研ぎ汁が靴につくとちょっと拭き上げると皮がね傷んだりしちゃうんで、それを防ぐためにちょっと高さ上げてます。常にこう平らに保たないとダメなんです、砥石って。だからあんまり同じとこばっかりでやるとこうくぼんでくるでしょ。
そしたらボコボコボコってなるから歯の当たりが悪くなっちゃってちゃんと溶けないんですよね。その頃ちょっとなんていうかな、行き詰まってましたね。仕事に対していろんな仕事やってきて、でその時にやってた仕事を続けるかやめるかですごい悩んでた時期だったんです。でもやっぱり料理の仕事には携わりたいなっていう気持ちがあったんですごいそこでなんかどうしようああしようこうしようっていうのを悩んでる時にちょっと不慮の事故に遭いまして、で実は左手足麻痺なんですよ。左半身麻痺なんですよ。で、入院中毎日リハビリしてたんですけど、まあなんか持って生まれた前向きの精神が功を奏してね、落ち込むこともなく、周りからすごい心配されたんですけど、毎日安否確認の電話が入ったり「おい、どうか?」とか言って「死ぬか?」って「死んでどうやすんねん」もったいない。都議の部を改心と言います。もともとつけたのは都議の部を改心だけやったんですけど、改心っていうのは僕の僧侶名、実は僧侶なんですよ。見てわかると20年前に半身麻痺になってから知り合いのお世話になってたお嬢さんに「もう坊主なれ」と「名前つけたから坊主なれ」と言われましてなったんですけど、別に僧侶の仕事を何かしてるのかって言ったら別に何もしてなくて、ただ名前つけられただけみたいな、なんか変な足かせつけられたなみたいなぐらいしか思ってないんですけど、一応もらった名前なんで、一応大事にというか使っちゃおうかなみたいな感じで一応都議の部を返して、都議の部は勤めてた会社が有馬の中野坊有馬グランドホテルっていうところの板前をさせてもらってまして、そこで修行させてもらって、で大師代食らってで辞めることだったんだけども、一応何ていうか自分がね修行して育った場所なんで、一応恩もあるし、だから思い入れもあるので、都議の坊中野坊の坊をもらいました。で最初ちょっとこれだけじゃ硬いなってちょっとふと思ったんで、ひらめいたのが都議っていう TOGGY を頭に持ってきて、都議の坊改心っていう野望にさせてもらいました。やっぱり切れ味重視ですね。切れ味とあと使いやすさ、お客さんのことを第一に考えて何をどう切ってるのかっていうのもちゃんと話してリサーチして、で預かった時にすごい歯がくたびれてたら「今週何切ったんですか?」とかってちゃんと質問して、あ、だったらこうなりますよねっていう、ちゃんとお互いに腑に落ちるところでちゃんと話し合って、じゃあ今日はこれぐらい染みてるからちょっと頑張りますねみたいなコミュニケーションは大事にします。例えば海外からちょっと私の交渉を解いてくれって言われたらどうなします？解かしてもらいましょう。ただ空輸多分せなあかんので、その手数料もちゃんと持ってくれるなら後先はこちらまで後先はこちらまでこれが例のなるほど初めて出ませんけどね。出ないですかやられた